日本史慈円とその後。天台座主の慈円は後鳥羽上皇が北条義時追討の院宣を下そうとすると、幕府との協調路線を説いたが聞き入れられなかったために院を去った。慈円とその後を詳しく見ていこう。慈円は1155年92年太政大臣藤原忠道の六男として生まれ、関白九条兼実は同母兄である。11歳の時に比叡山延暦寺に入門して受戒している。兄の兼実が源頼朝の講演で後鳥羽院の摂政となると、1192年建久3年に慈円は天台座主となり、仏教界の頂点に上り詰めている。慈円は以後、兄の兼実が政治的に不沈を繰り返すなどで天台座主に都合4度も任命されている。後鳥羽上皇の帰依を受けて御侍僧に選ばれ、祈祷を行い、上皇の良き相談相手にもなっている。慈円は兄兼実の孫である道家の後見人となったが、道家の子である九条頼経はやがて鎌倉幕府の第4代将軍に就任する。後鳥羽上皇とは和歌を通じても親交を深めたが、政治的には徐々に対立をしていく。慈円は側近に惑わされて鎌倉幕府との対立を深めていく後鳥羽上皇を諌めるために歴史書「愚管抄」を執筆したと言われている。愚管抄は全7巻で、中世では最も貴重な歴史書として高く評価されている。吾妻鏡が鎌倉幕府によって編纂されたため、北条氏に都合よく書かれているのとは対照的に客観的な立場で記述されているのが特徴である。愚管抄の中で慈円は歴史の変化の中に道理を見出そうとした。そして武力で武士の集まりである幕府と朝廷が戦うことの愚かさ、無謀さを慈円は訴え、朝廷の敗北を予言している。だが慈円の諫言に後鳥羽上皇が耳を貸さないことを知ると、そっと院から立ち去ったという。結局慈円の予言通りに朝廷軍は幕府軍にあっけなく敗れ去り、哀れにも後鳥羽上皇は隠岐に配流されて、そこで一生を終えている。北条義時は承久の乱の後、兼実のひ孫である中京天皇を廃したため、慈円は鎌倉幕府に抗議するが、聞き届けられることはなかった。以後政治の世界から離れ、仏道の精進に専念した慈円は、数多くの後輩たちの育成に持てる力を傾注している。慈円は一芸に秀でた者は身分が低くても雇い入れて大事にしたという。さらに当時は異端視されていた専修念仏についても教義は否定しながらも法然や親鸞を庇護している。慈円はかつて西行に、密教を学ぶならまず和歌を読みなさい。和歌を読まねば密教の真髄は得られないと忠告された。一年発起して和歌を学んだ慈円は、新古今和歌集に91首が収められるまでの歌人となり、
最多の西行の94種に次いでいる。新古今和歌集には慈円の人生の無常観を読んだ次の歌が収められている。皆人の尻顔にして知らぬかな、必ず死ぬる習いありとは。現代語訳すると、人は皆知っていそうな顔つきだが、本当は知っていないのだ。人は必ず死んでゆく定めのあることをという意味である。慈円は西行の影響を受け、人生の無常観を歌の骨格において、人間の煩悩を嘆いた歌を多く詠んだ。自らが中央政界にあってたびたび政変に巻き込まれ、何度も人の世の浮き沈みを経験した慈円だけに、その歌には人を説得する力が込められている。1225年嘉禄元年、慈円は病のため比叡山の麓の坂本で70歳で逝去した。